どうした金子でございます。ということで、今日なんですけども、今年最後の釣り納めということで、クエ釣りに行ってきたんですよ。今年の釣り納め。一発目のあたり、これはなんだ、まあでも結構軽めだな。スルスルと上がってきますけどね。うわー、でもここに来て重いな。なんかついとる。ちょっといや、黄色っぽいな。ほら。ウィー、スローゲット。俺、友達がクエこれ釣りました。10キロぐらいのクエ、めちゃくちゃ物いい。やっていきます。こんな様子見えるわ俺。これよ。これがね、素晴らしいクエです。これは2枚目の付け根ね、ここね、よく剥がんでね、鱗いいですね。素晴らしい。ああ、すげえ油、このやつだ。よいしょー、釣れたての魚ってことでね。それではこちらをさばいていく。はい、改めまして本日の食材がこちら、釣れたての魚っていうことでね、先ほど今年の釣りをさばいてきました。まあ、結果から言うと僕はウツボが2匹のみでした。ちょっと変わったウツボと普通のウツボ2種類釣れましたね。ほんで友人が4人ぐらい乗ってたんですけど、なんとまずこのクエが1本、これめちゃくちゃいいっすよ、このクオリティ。2本、そして3本、この超過です。でこれみんな一緒に見えるんですけど、1匹だけ違う魚が混じってます。どれが違うか分かりますかね。正解はこれ。一見この魚ってクエそっくりなんですけど、名前がね、オオスジハタっていう魚で、めっちゃ珍しいんですよ。で最近これがちょこちょこ釣れてるらしいんですよね。まあ温暖化の影響かなんかわかんないんですけど。でまあクエを今日狙いに行ったんですけど、ワンチャンオオスジハタ来てくれないかなぐらいで思ってたんですけど、まさか友人がヒットしてくれて、これピギあげるよってことなんで、初めてオオスジハタを食べてみたいと思います。でこの2匹はさばいてみんなで分けたいと思います。よし。というわけで今日はこちらのオオスジハタを使って、オオスジハタのお刺身とお鍋作っていきましょう。ちなみに重さが、これが10キロ、9キロ、8キロです。このクエがね、ほんと10キロクラスの最高のクエですね。じゃあまずオオスジハタ観察しましょうか。上から見た感じ、マジでクエですね。顔もね、クエ。ただこのやっぱ筋がね、うっすらここに入ってるんですよね。うわ、綺麗な魚だなぁ。もう尻尾も太くて、締めてる時に血を見たんですけど、血に油がすごく入ってたんで、これはね、油あると思いますよ。よし、じゃあ今日これまだイケイケなので、3日から1週間は冷やし込みたいところなので、エラと内臓だけ取り除いて、水気を取って冷やし込みます。なので、まずはお腹を割っていきますね。鱗はついたままいきます。あ、なんか鱗もね、クエよりでかい。全然違う。顎も硬えな。よし。で、このクエ系のエラはもう刃物なんで、あんまり手を突っ込むと大変なことになる。で、エラの付け根も落として、はい、こんな感じ。内臓が取れましたと。内臓脂肪ギッチギチっていう感じではないですね。でも、肝が油っぽいので、油はありますね。で、これが卵ですね。オオスジハタの卵。丸っぽいっすね。なんかもっと細長いかなと思ったんですけど。そしたらここ、浮き袋ですね。よいしょ。はい、こんな感じに取れました。そしたらこれ血の気をもうちょっと取って、ペーパーでぐるぐる巻きにして、袋で密閉して、氷水の中で、まあそうだな、4日から5日ぐらい寝かしたいと思います。それじゃあ4日から5日後に移動。はい、では3日経過しました。では開けていきますね。
はい、これが3日熟成した大筋旗ですね。いい具合です。そしたらこちら、すき引きで鱗取っていきましょうか。で、こういう風にお腹割っちゃってる場合は、このお腹のところすき引きすごくしにくいので、タオルとかペーパーをぎゅうぎゅうに詰めて、こうやってお腹をピンとさすことで、すき引きがよりしやすくなりますね。では、すき引いていきます。でもすき引きのしやすさは、クエよりしやすいかもな。すごくすき引きしやすい、この魚。鱗が硬い。こんな感じですね。でもね、これすき引きした感じ、クエより、この皮の下の皮が薄いですね。ほんとギリギリを目指さないと、こうなっちゃう。でも滑りはいいな。あんまり幅広でいきすぎちゃダメですね。このぐらいの細さ。このぐらいの細さでいくのがいいですね。はい、ここがもう縁側ですね。美味しい美味しい縁側の部分に到達しております。このヒレのキワッキワのところが本当に難しいんですよね。よっしゃー。はい、次お腹の方ですね。はい、片面きれいに取れました。そしたら裏側も同じようにやっていきます。はい、両面きれいに取れました。はい、すき引きできましたら次は頭を落としていきます。骨が硬えな。でもしっかりこうやって関節に入ればカクンと落ちるんですよね。どんなに大きい魚でも関節は柔らかい。はい、頭が取れました。これグリルで焼いたら美味しいでしょうね。でもこれ知り合いが欲しいって言ってるんで、これは知り合いにあげます。さあ、ではおろしていきますね。まずは下から1本。油ははいはいはい、ありますね。油ある。で、背中の方も入れていくと。で、ここ縁側なんで、縁側は必ず残すように。なんか、クエと比べて、これ鱗がトゲトゲしいんですよね。鱗の形がまるでクエと違いますね。骨の構造も若干違うな。ちょっとだけさばきにくいです。はい、背骨まで到達したら、ここから落として、で、あとは腹骨だけですね。ここに腹骨がついてますので、ここはハサミで切っちゃいます。硬っ。はい、こんな感じですね。いい身してますね。こういう身質。程よく油ありって感じ。で、こっち側もおろしていきましょう。でも今回すき引きすごい上手にいったな。でもね、硬い身が。かなり締まってますね。で、油がギトギトじゃないんで、なかなか包丁が滑っていかない。でも油ギトギトじゃないと言ってもですね、油はありますよ、ちゃんと。ただ3匹釣った中のクエで、1匹とんでもない太鼓のやついたじゃないですか。あれのクオリティが半端じゃなかったんですよ。まず内臓を開けた時こんな感じですよ。こんだけ内臓脂肪が出てきましたからね。すごかったです。ほんで家帰って、あれ1日寝かして鍋にしたんですけど、もうすごい、これ見てください。この身と身の中に入ってる、このサシ。これは本当に美味しかったですね。ほんで胃袋はこういう風に湯がいて、ぬめり取って、細かく刻んで、ポン酢で食べました。めっちゃうまかったです。これ珍味ですね。ほんでもう一個。これ肝臓ですね。クエの肝。これもごま油と塩でいただいたんですけど、もう今は食べちゃダメな牛の生レバーの刺身。後味が本当にスッキリとした牛レバーって感じでしたね。うまかったなぁ。はい、そんなこんなでさばき終わりました。そうしましたら腹骨をすいていきます。腹骨はクエと入り方一緒ですね。ちょっと深めに入ってる感じね。そうしましたら半分に割っていきます。
はい、半分になりましたら、じゃあお刺身はこっちのお腹の方を少しもらいます。鍋はこちら、背中の方を切り身にしていきます。そしたら熟成してる場合って、このね、尻尾とか頭、ここの剥き出しになってたところって少し酸化が進んで傷んでるんですよね。なのでここは一発目取ります。今日は頭付きで寝かしたので、頭の方は剥き出しになってなかったので、このままで大丈夫ですけど、尻尾はね、どうしても締めたところ、ああいう風に黄ばんでるんで、そこだけ少し落としてください。意外と匂ったりするんで、そしたらこれを一口大にこうやって切っていきます。お鍋用なんでね、まあこのぐらいですかね。そんなに大きく切りすぎても、収まり悪いと思いますんでね。だいたい 1.5 センチぐらいに切っていきます。僕ね、好きな時間ランキングがあるとしたら、この魚の切り身を切ってる時間、まあでベスト3には入ってくるね。マジでこの無心でこうやって魚の切り身を切ってる時間、幸せですわ。刺身はどこもらおうな。ここら辺、この真ん中のここら辺もらえますか。ここを皮引いて、これ食べましょう。わ、でも片身でだいぶ取れますね。さすが8キロってとこですね。はい、片身で25切れぐらい取れましたね。そしたらお鍋に使うところは、この真ん中の3切れぐらいもらえますか。ほんで、アラで出汁を取った方が美味しいので、ちょっとこの腹骨のところもらえますか。これもお鍋に入れていきます。これやっぱちょっと出汁でね、この魚の骨が入ると、この骨からしか出ない、なんとも言えないこの甘みがスープに入るんですよね。切り身だけだとやっぱね、出ない味わいが、骨を入れると出るんですよね。で骨も少し入れたい。でもこのぐらいで OK。こっち入れてもいいんですけどね。でも今日はスマートに腹骨だけでやっていきましょう。そしたら、大筋旗のお刺身から作っていきましょうか。この真ん中から下。これがさっきさばいた大筋旗ですね。で、このブロックがこちらのクエ。で、これがブクブクに肥えたクエ。このサシの入り方。このサーロインのような脂。同じ海域で釣れたクエでも、ここまで違いますからね。横から断面見たらもうまるっきり違いますもんね。こっちのクエでもかなり極上なんですよ。油もちゃんとあるし、サシも入ってるし。ただ、こっち見ちゃうと、いや、やっぱり違うなってなっちゃいますね。でちなみにこれ、大筋旗とこれ比べてみても、やっぱりクエの内臓脂肪バチバチだった方は油がすごいですね。こんな感じ。大筋旗はこう見ると、そんな油はないですね。ただこれが熱した時にどうなるか。ほんでやっぱりね、この白い皮、これもね、大筋旗薄いです。クエの方がこの白い皮、分厚いですね。大筋旗より3倍ぐらい分厚いですかね。じゃあ刺身からですね。さあ、3日熟成の大筋旗。お味はいかに。柔らかいですね。白だけだとちょっと寂しいので、マグロも入れますね。マグロがポッと入ると、うわーおしゃれだな。マグロはこうやって横盛りも綺麗ですよね。はい、こんな感じで、大筋旗とマグロの2種盛りの完成。そうしましたら、バットに軽くお塩を振っときました。その上に、大筋旗の身を置いていきます。アラも一緒。せっかくなんで、この油のすごいクエも一切れ、お鍋に入れますか。火を通した時にどう変わるのか、どう違いが出るのか。すごないですかこれ。この断面もう美しすぎる。これ火が入るとまた素晴らしい見た目になりますからね。クエも置いていくと。でさーっと上からお塩をかけます。で10分ほど置いて脱水かけていきます。その間に野菜の仕込み。まずは白菜ですね。で今日はそんなに野菜をたくさん入れません。あくまでもメインは魚。そんなお鍋でいきます。そしたら丁寧な仕事しましょう。葉っぱと茎を分けていく。で、茎はいつも僕こうそぎ切りにするんですけど、今日は面白く細くいきましょうか。こういう切り方してお鍋入れてもすごく美味しいですからね。僕たまにやるんですよ。で、人参ですね。型抜きで。こんな感じ。で、ネギですね。ネギは、こんな感じで。あとは、えのきですね。
はい、野菜の仕込み OK。そしたらスープ作っていきます。お鍋にお水 500cc。もう500。これ1リッターですね。で、1リットルに対してこちら使っていきます。じゃーん、だしの地図。カツオとか昆布とかいろんなものでだし取ってもいいんですけど、結構お金かかるっていうのと、手間もかかります。なので、こちらのだしの地図。これ寄せ鍋にも最高なんですよ。500cc に対して1袋なんで、1リットルに対して2つ入れます。これ本当に簡単に極上の出汁が取れるんで、こればっかりになっちゃってるな。便利なんですよね。で、この今からの時期はね、特に重宝しますよ。あったかいお味噌汁とか、お鍋、おでん、いろんなものに使えますからね。一家に一袋、出汁の地図。こちらから買えますので、ぜひぜひ皆さん使ってみてくださいね。そしたら出汁を取ってる間に、お鍋組み立てていきましょうか。はい、まずこちら、塩を打った魚。だいぶ水気が出ましたんで、水気を拭き取っていきます。で、アラを一番底に入れます。アラは一番底。そしたらそこに白菜。そしてネギ。で、キノコは欲しい。キノコの旨味は鍋には必須ですね。そしたら次はお魚ですね。大筋旗を入れていきます。水気を取って大筋旗を入れていくと3切れで、これがクエですね。クエはここで、これで作ってももちろん美味しいんですけど、そこにこの甲殻類の旨味とか、あとこういうホタテ、ボイルホタテ、こういうものを入れるととってもまたお出汁が美味しくなります。で、牡蠣とか入れちゃいたいとこなんですけど、牡蠣入れるんだったらこういうホタテとか、あとハマグリとかアサリとかの方がいいと思います。牡蠣は香りと旨味すごいんで、クエと喧嘩しそう。まあ多少だったらいいと思うんですけどね。僕はホタテを入れます、今日は。で、人参を2つ色合いで入れて、はい、こんな感じですね。そんなこんなで沸騰しましたね。沸騰したら、火を止めて、少しだけ落ち着かせます。より出汁を最後の最後まで出していきます。あとここに柚子とかも一かけ入れたりすると可愛い。はい、そうしましたらだしパックからだしができりました。いい香りが漂っております。で、鍋スープの場合、ここにお醤油大さじ1入ります。で、日本酒も大さじ1ほど入ります。うまい！最高の鍋スープ。そしたらこちらの鍋スープをお鍋に入れます。なみなみ入れると吹きこぼれますんで、半分よりちょい上ぐらい。野菜のかさは少なくなっていきますので大丈夫です。そしたら火にかけていきます。はい、では火が入りましたので、これで大筋旗とクエの寄せ鍋の完成。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。こちらがお刺身。そしてこちらがお鍋ですね。じゃあまずはお刺身いただきましょう。うわ、もっちりしてる。でまだね、身がツヤツヤ。この繊維一本一本が太いですね。油も浮きますね。では、いただきます。うまっ！クエと全然身質が違う。クエほど身が締まってませんね。結構みずみずしいです。うわ、うまい！繊維一本一本が太いんですけど、硬くない。口の中で簡単にほぐれて、溶けていく。ほんで、いい旨味があるね。この白身僕めっちゃ好きですわ。うまい！うわ、ちょっと大筋旗の刺身めちゃうまいっす。僕正直、クエはお刺身よりこういう鍋とかにした方が好きなタイプなんですよ。クエの刺身美味しいんですけどね。美味しいんだけど、やっぱ鍋の方が本領発揮するなって思ってたんですけど、これ大筋旗はまだ加熱してあるの食べてないけど、これクエと逆で刺身がいいかも。めちゃくちゃ美味しいわ。すごくタイプ。なんか旗系の魚って感じじゃないんだよな。なんか大げさに言うと伊勢海老食べてるみたいな。そんな食感ですよ。うまい。ではお次、お鍋いきましょう。このスープからいきましょう。この極上スープ、香りから。いい匂い。いただきます。うわー、うんまー。めちゃくちゃうまい寄せ鍋ができてる。では、大筋旗をいきましょうか。
これがクエですね。で、これが大筋旗。やっぱりクエの方がサシがすごいですね。じゃあ大筋旗いただきます。うまいけどクエとはだいぶ差があるな。クエの方がやっぱり味がある。この大筋旗もすごく身がふわっとしててうまいんですけど、クエのような強い旨味は後からやってこないですね。でもうまいけどね。でもこれ何にでも合うな。これ柔らかいんで逆にフライとかそういったものにも最高に合うと思います。じゃあちょっとクエいきますか。クエはどうでしょう。こちらいただきます。もう全然違う。うますぎる。サーロインです、これは。それにくどくない。これめちゃくちゃうまいわ、このクエ。こんなクエ食べたらさ、他食べれないって。これ僕の昔から仲いい友達が釣ったんですけど、もうその子ほぼ釣り初心者なんですよ。そういう人に限って釣るんですよね。やっぱビギナーズラックってあるんですよ。これはお金出しても買えないやつですね。クエうまっ。クエ食べた後にスープ。やばい。うわ、クエの後味いいな。大筋はちょっとパサッとしてますね。でも大筋旗はやっぱお刺身がうまいわ。すごくこの口どけがね、素晴らしいんですよ。でもこれ市場には流通しない魚なんですよね。一回も見たことないですからね。ほんと激レアな魚ですからね。というわけで今日こちらの大筋旗のお鍋とお刺身ときましたら、お飲み物こちらでやっていきたいと思います。せーの、じゃん、ギロのやつ。これしかないでしょ。この油系の白身のお鍋ときましたら、もう銀色以外に何があるんですか。もう最初の一杯は銀色でしょ。8年間毎年同じことばっかり言ってます。というわけでこちら7対3ですね。いただきます。うめえ、最高やね。それじっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで今日は大筋旗を使って大筋旗のお刺身とお鍋作ってみましたけども、魚はうまいですね。ほんで刺身が美味しかったな。あのぐらいの大きさの旗系のお魚って僕のイメージはすごく硬くて弾力がある、そんなお刺身だと思ってたんですけど、今日のね大筋旗はすごくみずみずしくてめっちゃうまかったですね。もちろん鍋でも美味しいんですけど、やっぱ刺身が最高に美味しかったです。寝かし方もねちょうど良かったかもしれませんね。3日で寝かしすぎず新しすぎず、本当にいいとこ攻めれたなと思います。来年は僕が10キロクラスのクエ釣りたいですね。というわけで今日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。